見渡す限りの焼け野原。これは80年前の日本の街の姿である。昭和20年、太平洋戦争の末期、日本の都市は次々と火の海に変わった。アメリカ軍の爆撃機 B29、雨のように降らせた焼夷弾が街を焼き尽くした。焼かれたのは軍人ではない。そこで暮らす普通の市民たちだった。子供を背負った母親も逃げ惑う老人も炎に飲まれた。わずか1年足らずで日本の主要都市はほぼすべて焼け落ちた。その死者は数十万人に上る。これはその火の中で何が起きたのか。そしてその空に立ち向かった若者たちの物語である。彼らはやがて自らの飛行機ごと B29 に体当たりしていく。家族を、故郷を守るために。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。黒煙を上げて焼けていく東京の下町。昭和20年3月10日未明のことだった。その夜、東京の空に325機の B29 が押し寄せた。落とされた焼夷弾は1600トン余り。その数、実に38万発。標的とされたのは人口の密集する下町だった。深川、本所、浅草、木造の家がひしめく町はたちまち火の海となる。折からの強風が無数の火を一つに束ねた。巨大な火災旋風が生まれたのである。炎の竜巻は人も家も空へと巻き上げた。逃げ場を求めた人々は隅田川へ卒倒する。だが川の水面さえ流れ出た油で終えていた。文字通りの燃える川だった。避難する大通りにも焼夷弾は容赦なく降り注ぐ。子供を背負って逃げる母親のその背に突き刺さった。戦後一枚の写真がその惨状を伝えている。うつ伏せに倒れた母親の背中だけが焼けずに残っていた。最後まで背負った我が子をかばい続けたのだ。この一夜で命を落とした人は8万人を超えた。たった数時間の出来事だった。焼け落ちた大阪の市街地。商人の町大阪もまた炎に包まれた。昭和20年3月13日の深夜、274機の B29 が大阪の空を覆った。落とされたのは空中で38個に分かれるクラスター焼夷弾。火の雨は瞬く間に街を飲み込んだ。その炎はあまりに大きく、遠く奈良の山の向こうが夕焼けのように赤く染まったという。この空襲だけで4000人近くが命を落とした。だが大阪の悲劇は一度では終わらなかった。そして忘れてはならない一日がある。昭和20年8月14日、日本が降伏を決めるその前日のことだ。大阪の京橋駅に1トン爆弾が落ちた。駅で列車を待っていた大勢の人々、その上に爆弾は直撃した。身元すらわからない遺体が数百人分。あと1日早く戦争が終わっていればと、助かったはずの命が終戦の前日に失われたのである。焼夷弾が降り注ぐ神戸の空。港町神戸も3月と6月、大きな空襲を受けた。この神戸の空襲を生き延びた一人の少年がいた。名を野坂昭之。後に作家となる人物である。昭和20年の神戸大空襲で野坂は養父を失った。そしてまだ1歳の妹を抱えて焼け跡をさまよう。食べるものもなく、幼い妹は次第に衰弱していった。疎開先でその妹は栄養失調のまま息を引き取る。兄は
妹を救えなかった。その深い悔いを野坂は一つの物語に込めた。蛍の墓、聖太と節樹、二人の兄弟の物語である。アニメ映画として今も多くの人が知っている。だがあれはただの作り話ではない。空襲が焼いたのは町や兵隊だけではなかった。逃げ場を失った幼い子供の命まで奪っていったのである。炎に包まれる名古屋城の天守。400年近くこの町を見守ってきた城だった。昭和20年5月14日の朝、472機の B29 が名古屋の北部を襲った。投下された焼夷弾は2500トン余り。この時、人々は名古屋城を守ろうとしていた。金のあばりを取り外し、避難させるための足場が天守の周りに組まれていたのである。ところがその足場に焼夷弾が引っかかった。そこから燃え上がった炎が城全体を包み込む。守ろうとした足場がかえって城を焼いたのだ。400年の天守は一夜にして灰となった。そして城とともに300人を超える市民の命も失われた。人の暮らしも町の歴史も、空襲は何もかもを焼いていった。白い煙に覆われていく横浜の港町。その日の空襲は夜ではなく白昼に行われた。昭和20年5月29日午前9時過ぎ、横浜の空に500機もの B29 が現れた。護衛には P51 戦闘機までついていた。逃げる人々を戦闘機が機銃で撃った。わずか1時間余りで死者は数千人に上る。焼かれたのは東京や大阪のような大都市だけではない。その年の夏、空襲は地方の町へも広がっていく。富山では一夜にして市街地の 99% が焼け落ちた。戦争の末期、日本中の都市が次々と火に包まれた。軍需工場のある町も、ただ人が暮らすだけの町も、どこにいてももう逃げ場はなかったのである。では、この一方的な空襲に日本はただ焼かれるばかりだったのか。いや、そうではない。燃える町のその上空で若者たちが B29 に立ち向かっていた。銀色に光る巨大な爆撃機。アメリカが誇る長空の要塞 B29 である。B29 はそれまでの爆撃機とはまるで違っていた。飛ぶ高さは上空1万メートル。日本の戦闘機の多くが届かない高さである。機内は機密で守られ、搭乗員は酸素マスクなしで動けた。機体には無数の機関銃。速度も速く、まさに空飛ぶ要塞だった。日本にはこれを確実に落とせる兵器がほとんどなかった。高い空の B29 に届く高射砲はわずか数門だけ。迎え撃つ戦闘機にとってもそれは絶望的な戦いだった。それでも若者たちは飛び立った。眼下で焼かれていく故郷を見過ごすことはどうしてもできなかったからである。東京湾の上空を行く一軍の戦闘機。陸軍の3式戦闘機飛燕飛行隊244戦隊だ。帝都東京を守るため調布の飛行場から飛び立った部隊である。搭乗員の多くは10代から20代の若者だった。彼らの愛機飛燕は細身で美しい戦闘機である。だが相手はあまりにも手強かった。高度1万メートルまで上がるだけで飛燕は精一杯。ようやくたどり着いても B29 の硬い装甲はなかなか火を吹かない。機銃を撃ち込んでも敵は平然と飛び続ける。たった一機の B29 を落とすために何機もの飛燕が挑んだ。そして若い搭乗員たちも次々と撃ち落とされていった。このままでは帝都の空も故郷の町も守れない。追い詰められた隊員たちはある決断にたどり着く。機銃で落とせないのなら自らの機体ごと B29 にぶつかればいい。
滑走路に並ぶ一機の飛燕。その機体からは余計なものがすべて外されていた。昭和19年11月、陸軍は新たな部隊の編成を命じる。その名は新天制空隊。空対空の体当たり専門の部隊だった。名付けたのは皇族の東国宮大将である。体当たり機からは重い機関銃も装甲板も取り払われた。少しでも軽くしてより高くより早く上がるためだ。丸腰となった飛燕で若者たちは B29 の巨体に激突する。ただしこれは海軍の特攻とは少し違っていた。ぶつかるその瞬間に落下傘で機を脱出する。つまり生きて帰ることも許された体当たりだったのだ。だがそれはあくまで建前である。時速数百キロでの激突から生きて帰られる保証などどこにもなかった。飛行第244戦隊だけで体当たりは18回。そのうち7人の若者が二度と帰ってこなかった。ずんぐりとした一機の戦闘機。陸軍の2式戦闘機、正機である。昭和19年11月に14日、東京が初めて B29 の大軍に襲われた日だった。この日、調布の隣、成増の飛行第47戦隊も迎撃に飛び立つ。その中に、三田義夫という若者がいた。まだ19歳、少年と呼んでもおかしくない年頃である。三田の正機もまた、体当たりのため武装を外していた。高度1万メートル。三田は愛機を巨大な B29 へとまっすぐに向けた。そしてためらうことなくその巨体に激突する。テイトの空で放たれた最初の体当たりだったとも言われる。撃ち落とした B29 は黒煙を引いて落ちていった。19歳の若者が自らの命と引き換えに東京の空に一つの戦果を刻んだのである。錦副戦闘竜の前に整列する搭乗員たち。陸軍の飛行第4戦隊である。実はテイトでの体当たりよりも早く九州の空で B29 に挑んだ男たちがいた。昭和19年8月20日、アメリカは北九州の八幡製鉄所を狙って来襲した。迎え撃ったのは総発の重戦闘機トリュー。操縦するのは延べ重雄軍曹、少年飛行兵上がりの若い搭乗員だった。後ろの席には高木伝蔵兵長が乗っていた。二人は巨大な B29 めがけて機体ごと突っ込んだ。激突した B29 は空中で爆発し炎を吹く。すると砕け散ったその破片がすぐ後ろを飛んでいた別の B29 に当たった。たった一度の体当たりで2機の B29 が八幡の地へと落ちていったのである。もちろん延べも高木も帰っては来なかった。二人の死を悼んだ町の人々は海岸から砂利を運び、その手で慰霊の火を立てた。テイトの空より早く九州の空にも国を守ろうと散った若者がいたのだ。飛燕の操縦席に座る若き隊長、飛行第244戦隊を率いた小林照彦である。小林がこの戦隊の隊長となったのはわずか24歳。当時の陸軍で最年少の戦隊長だった。そして小林は部下に体当たりを命じるだけの隊長ではなかった。自らも B29 に体当たりしている。激突の衝撃で愛機は大破した。それでも小林は奇跡的に生きて帰ってきた。彼の飛燕の側面には撃ち落とした B29 の印が14個も描かれていたという。戦隊全体では73機もの B29 を撃墜した。焼けるテイトの空でこの若者たちは確かに戦っていたのである。だが小林照彦のその後にも悲しい結末が待っていた。戦後彼は航空自衛隊の教官となる。ところが昭和32年、訓練機の霊落事故で命を落とした。B29 との死闘を生き抜いた男が平和な空で世を去ったのだ。
享年36であった。地に落ちて砕けた B29 の残骸、それを見聞する日本の兵士たち。新天制空隊に一人の軍曹がいた。名を板垣正夫。東京の航空学校を出て調布の244戦隊に配属された若者である。その板垣の体当たりは一度きりではなかった。彼はなんと2度 B29 に体当たりし、そして2度とも生きて帰ってきたのである。激突し機体を捨て落下山で脱出する。それを2度やってのけた。アメリカの搭乗員たちはこの体当たり攻撃を心から恐れた。弾を撃ち込んでも落ちず機体ごとぶつかってくる日本兵。それは彼らにとって悪夢のような戦法だった。だが考えてみてほしい。たった1機の飛行機に乗り巨大な爆撃機へぶつかっていく。その恐怖を2度も超えていく。同じ244戦隊には中野松見という上等兵もいた。彼もまた2度の体当たりから生きて帰った一人である。そこにあったのはただの勇気だけだったのだろう。飛行場に立つ若い搭乗員たち。テイトを守った飛燕の乗り手たちである。B29 との戦いを続けた244戦隊。その若者たちの中には別の戦場へ向かった者もいた。高島俊三という一人の少尉。彼は本土の空で B29 と戦った後、新たに編成された特攻隊第159新部隊の隊長に選ばれる。向かう先は激戦の沖縄だった。昭和20年5月28日、高島は調布の地を後にする。そして6月6日、九州の知覧基地から沖縄の海へ飛び立った。待っていたのはアメリカの大艦隊である。高島の機はその敵艦隊へとまっすぐ突入していった。テイトの空を守った若者はこうして沖縄の海に散った。本土防空の体当たりも沖縄の特攻も、その根は同じ若者たちの覚悟だったのである。カメラの前に並んだ若い飛行兵たち。これから特攻に飛び立つその直前の姿である。昭和20年、戦局はすでに絶望的だった。追い詰められた。日本は特攻という戦法にすがる。爆弾を抱えた飛行機ごと敵の軍艦に体当たりする。生きて帰る道は初めから用意されていない。沖縄をめぐる戦いだけでも1800機を超える特攻機が飛んだ。陸軍と海軍を合わせ、その戦死者はおよそ4000人に上ると言われる。その多くは10代から20代の若者だった。大学で学んでいた学生もあまたく含まれていた。九州の知覧からは400人を超える隊員が飛び立った。彼らは出撃の前夜、家族へ手紙を書き残している。お父さん、お母さん、先に咲く不幸をお許しください。そう綴って明くる朝、空へと消えていった。国を守るという言葉のもとで、若者の命が次々と海に散らされていったのである。出撃を前にした若い搭乗員たち。彼らはなぜ死を恐れなくなったのか。機体ごと体当たりすることは命を投げ出すに等しい。本来なら誰もが恐れる。だが彼らには守りたいものがあった。眼下で焼かれているのは見知らぬ町ではない。自分が生まれ育った故郷だった。そこには親が、兄弟が、幼馴染が暮らしている。B29 はその家族を焼き殺していく。怒りと悲しみが若者たちの恐怖を上回った。家族を守れるのならこの命は惜しくない。そして中にはすでに家族を失ったヤーズもいた。先の空襲で家を焼かれ、両親も兄弟も奪われた若者である。守るべき家族はもうこの世にいない。残されたのは行き場のない怒りだけだった。こうなれば自分の命などどうでもいい。ただ
家族を焼いた B29 を一気でも道連れにしたい。その自暴自棄が死の恐怖を押しつぶしていく。死にたいわけではない。だが、生きる理由も奪われていた。殺された恨みが新たな殺意を生む。復讐がさらなる復讐を呼ぶ。その憎しみの連鎖の果てに、若者たちは死さえも恐れなくなっていったのである。竹槍を手に訓練する人々。戦う覚悟を固めていたのは兵士だけではなかった。憎しみに飲み込まれていたのは前線の兵士だけではない。空襲で家族を焼かれた普通の市民もまた B29 の搭乗員を心の底から憎んでいた。撃ち落とされ落下山で降りてきた米兵に住民が竹槍を持って卒倒した例さえある。本来なら塗料にすべき相手を怒りに駆られた群衆がその場で殺してしまったのだ。捕らえられた搭乗員もむごい扱いを受けた。ハロランという米軍の広報士は上野動物園に連れて行かれた。そして裸のまま虎の檻に縛り付けられたのである。痩せ衰え傷だらけのその姿を人々は憎い敵として見物したという。鬼畜米英。その言葉の下で国中が憎しみに満ちていた。それは今を生きる私たちには想像もつかないほどのものだったろう。家族を焼かれ、町を焼かれ、人々の心から優しさもためらいも消えていった。そしてこれは決して昔だけの話ではない。家族を奪われ復讐を誓う若者は今のウクライナやガザの戦場でも今日も生まれ続けている。戦争はいつの時代も人の心を同じように変えてしまうのだ。焼け跡の町に取り残された2人の子供。戦争が終わった後の日本の風景である。体当たりまでして若者たちは故郷を守ろうとした。だが空襲は止まらなかった。彼らが守ろうとした町も家族も次々と焼かれていった。そして昭和20年8月、日本は降伏する。あれほどの犠牲は一体何を残したのだろうか。B29 に体当たりした19歳の三田義雄。沖縄の海に散った特攻隊長の高島俊三。火の海を逃げ惑った名もなき母と子。幼い妹を飢えで失った兄。誰もが必死に生きようとし、必死に守ろうとした。その上でなお、これほど多くの命が失われたのである。戦争に勝った者などいない。後に残ったのは、ただ深い悲しみだけだった。昭和20年、日本の街は次々と焼かれた。東京、大阪、名古屋、横浜、神戸。B29 が降らせた焼夷弾で数十万の市民が命を落とした。東京大空襲では一夜で8万人が死んだ。神戸では蛍の墓のチーモイのように幼い命までもが奪われていった。逃げ場のない火の海が日本中を飲み込んだ。日本の空に飛来した B29 は延べ3万機を超える。来る日も来る日も街は焼かれ続けた。その膨大な数に対し日本が落とせたのは戦闘機と高射砲を合わせてもわずか300機ほどだった。失われた B29 は事故も含めて500機前後。来襲した数のほんの一握りに過ぎない。それほどに一方的な戦いだった。それでもその空に立ち向かった若者たちがいた。19歳の三田義雄は最初の体当たりで東京の空に一機の B29 を落とした。24歳の小林照彦は自らも激突し奇跡的に生きて帰ってきた。本土を守った若者の中には沖縄の海へ飛び立ち帰らなかった者もいた。特攻で散った若者はおよそ4000人。その多くがまだ20歳前後だった。彼らが命を懸けて守ろうとしたもの、それは国でありその先にいる家族だった。だが力の差はあまりに大きく、町も家族も守りきることはできなかった。やがて日本は
その焼け跡から立ち上がる。そして昭和29年、国を守るための自衛隊が生まれた。かつて飛燕の若者たちが守ろうとした日本の空は、こうして航空自衛隊へと引き継がれてった。B29 と戦った小林照彦もまた、その航空自衛隊に入り、若い操縦士たちを育てた。戦争を生き抜いた男が平和な空の守りを次の世代へと手渡したのである。その空は今も休みなく守られている。外国の軍用機が日本に近づくたび、戦闘機が緊急発進するその回数は近年1年に700回を超える。かつては武装を外した飛燕で体当たりで、今はレーダーとジェット機で国の空を守るという営みは形を変えて今もなお続いているのである。カラーで蘇った写真の中で彼らは確かにそこにいた。家族を守るために空へと上がっていった若者たち。その姿があったことを私たち日本人は忘れてはいけない。あなたはこの焼かれた街と若者たちの物語をどう感じただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に一つお願いがあります。このチャンネルの視聴者はその 75% 以上が50代以上です。一方で20代はわずか 2.5% しかいません。こうした日本の歴史を特に若い世代に届けたいと願っています。もし X などの SNS をお使いなら、この動画の拡散をお願いします。画面右下の共有ボタンからすぐに共有できます。あなたの一つの共有が歴史を次の世代へつなぐ力になります。そしてこの動画を気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録で応援をお願いします。